こんにちは、つんです。お宅では防災グッズをどこに収納していますか？うちは以前の動画でご紹介した通り、半年ぐらい前に非常用リュックを見直したんですが、収納しているのは寝室にある収納ボックスで、上に物も載せているし、猫様のベッドと化したキャリーバッグまで載せていました。こんな状態じゃいざって時にさっと取り出すなんて、どう考えても無理ですよね。収納場所を見直さないといけないなーってずっと思っていました。で、前回ですね、靴の捨て活をしたら、思っていたよりも靴箱にスペースが作れたので、ひとまず非常用リュックだけ移動させてみました。前回の動画ではね、ここまで紹介したんですが、今回は残りの防災グッズもまるっと全部玄関に収納し直していこうと思います。はい、ということで、まずは全部出しから。果たして全部ちゃんと収まるのか。この時は試してみないとわからないっていう感じの状態でしたが、最終的にはなんとか収めることができたので、収納の進め方とか追加した収納グッズもご紹介したいと思います。収納を見直したいけどどうしたらいいかわからないとお悩みの方の参考になれば嬉しいです。はい、ということで、まずは収納スペースをチェックします。どれぐらいのスペースがあるのか、何をどこに入れるのかっていうのをざっくり計画します。この時も収納を見直したいものっていうのは一旦撤去。収納の中の不要なものも外しちゃいます。で、うちはこの動かせない棚っていうのがあって、これが少し厄介だったんですよね。この細いスペースをどう使うかで結構悩みました。捨て活でね、5足あったブーツが2足になったので、細い収納に移動して、広くできたスペースに非常用リュックを入れようかなと一回思ったんですが、上の残りのスペースにはブーツが入らなそうでした。こういう中途半端なスペースができちゃうのも収納あるあるですよね。今回はブーツが1足でも増えると破綻するのでやめました。防災グッズを入れたいばっかりに日常的に使うものが犠牲になっては本末転倒ですよね。何を入れるにしてもここには棚が必要そうだなと思ったので、棚板を購入しました。これは Amazon で1枚2070円でした。サイズを指定すればカットしてもらえます。うちはね、ホームセンターが遠いので、ネットでオーダーカットできるっていうのはものすごい助かっています。突っ張り棚でも良かったんですが、今回は見た目重視で奮発しました。で、一足だけはみ出てて邪魔だった夫の靴を細い棚の方に移動してみたところ、一番取り出しやすい場所、収納ではゴールデンゾーンって呼んだりするんですが、ここに靴をまとめることができました。そしたら、あとどれぐらいスペースがあるかっていうのもここで見えたので、あとは残りのものをどう収納するかを考えます。はい、では寝室にあった残りの防災グッズを仕分けていきます。今回はね、半年前に見直したっていうこともあって、捨てるものはほぼなかったんですが、整理収納の基本セオリーとしては、いる、いらない、保留に分けた後、収納するものを種類別にグループ分けします。今回は、靴のグッズと非常用トイレとその他の防災グッズっていう3つに分けました。はい、では次に収納スペースに収まるかどうか、試しに入れていきます。ちょっと余談なんですが、非常用トイレって皆さんいくつくらいお持ちですか？今回整理してみたら非常用トイレがやたら多いんですよね。
で、今収納し直したのは15年以上前のやつで、半年前にもっと使いやすい新しいタイプを入手して、トイレと持ち出し用のバッグに一応収納してあります。だからこの古いやつっていうのはね、もう破棄してもいいんですが、万が一を考えるとなかなか捨てるっていう踏ん切りがつかないでいます。で、ここで一つ問題が勃発。棚板を増やしたいのに、片側だけ穴が開いていませんでした。これはね、リノベの時に気づかなかったんですよね。で、工具なしで穴を開けるっていうのはとっても難しいので、Amazon でねじ込みタイプのダボを購入。取り付けたい位置に印をつけて、キリで軽く穴を開けてから、電動ドライバーを使って取り付けました。ちょっと今回間違えて長いのを買ってしまったので、半分あたりまでねじ込みましたが、設置には問題なかったです。こういう可動式でもね、穴の位置が微妙で使いにくい時とか、棚板を増やしたい時にこのねじ込み式ダボおすすめです。はい、めでたく入れたいものは全部収めることができました。使いにくいなと感じていた細い収納も棚板を増やすことで解決できたし、見た目を気にしないんだったら、もうこれで収納見直しは完了です。今回ちょっと私は見た目をすっきりさせたいなと思って収納グッズを買い出すことにしました。こんな風に収納見直すときは収納グッズを買うっていうのは最後の最後。入れてみたら意外と必要なかったなんてこともあるので、まず収納スペースに物を入れてみて、必要であれば寸法を測ってから探すと失敗が少ないと思います。はい、今回購入した収納グッズをご紹介していきます。まずはこちら、マリュヤムって読むんですかね。アストロの衣類用収納袋。これは母の引っ越しの時も同じシリーズを購入してるんですが、不織布だけどしっかりしててシンプルなところが丸。取っ手があるので高いところでも使いやすいし、使わない時は折りたたんでおけるのもいいですよね。底板もあるのでヘタっとなりません。お値段はね、お店によって違うんですが、だいたい2000円前後ぐらい。Amazon でも楽天でも購入することができます。ちなみにダブルファスナーです。姫が検品しに飛んできました。やっぱそうなりますよね。この後の姫の様子は動画の最後で。はい、お次は収納のド定番。無印のファイルボックスです。スタンダードのハーフサイズを購入しました。今回は蓋も購入しました。蓋には別売りのキャスターも取り付けられるようになっています。説明するまでもないですが、シュッとした佇まいはさすがですよね。あと、収納見直したらここのスペースも使えそうだったので、山崎実業プレートの戸棚下収納ラックも購入しました。3つのパーツが入っててネジで組み立てが必要でしたが、六角レンチも同梱されていたので、道具不要で簡単に組み立てることができました。いわゆる棚下に取り付ける収納ラックですね。ワイヤーのタイプっていうのはね、100均にもあるんですが、キッチン感がないデザインがいいなと思って、今回は山崎実業さんのものを選びました。スチール製で耐荷重は2キロ、厚さ 2.5 センチまでの棚板に取り付けることができます。ただこれ設置してみたらですね、ちょっとフレームの部分が干渉しちゃいましたね。上に置くものの位置には注意が必要かもしれません。でも直線的でスッキリした見た目には満足しています。折りたたみ傘の収納にもぴったりでした。
はい、次は100均ダイソーで21センチから33センチ2本セットの突っ張り棒と裾上げテープとカットクロス、端切れですね、を購入しました。全部110円です。端切れは48センチ ×90 センチ。多分これカラーボックスを目隠しするのにちょうどいいサイズなんじゃないかと思います。はじめはね、湯沢屋さんも覗いてみたんですが、欲しいサイズの端切れがなくって、しかも意外とね、思ってたよりもね、高かったんですよね。質の違いももちろんあるのかもしれないんですが、今回は白だったら何でもよかったので、このサイズの端切れが110円で買えるっていうのはありがたいなと思いました。そしてうちはミシンもないし、縫うのも面倒だったので、裾上げテープで適当に留めました。作っていたのはここの目隠し。上の空間も収納に使えそうだったので、突っ張り棒を奥にも1本セットして、手前の突っ張り棒には目隠しをセットして設置しました。そして戸棚下のラックに入れていた折りたたみ傘はこの隙間に移動することにしました。はい、あとは買い足した収納グッズにどんどん入れて収納していきます。寸法を測って購入したので当然なんですけど、ジャストフィットでいい感じに収まりました。そして空いていた戸棚下ラックには電動自転車のバッテリー充電器を収納することにしました。サイズ感もね、ちょうど良かったです。で、無印のケースの上が空いていたので、ここにはマスクのストックを収納しておくことにしました。ちなみにケースの中はね、使用頻度が低い靴のグッズが入っています。はい、こうして前回靴の捨て活をして、空いたスペースに防災グッズを全部収納することができました。今まではね、他に収納する場所がないからってずっと諦めてたんですけど、防災グッズを玄関に移動できて大満足です。靴を捨てたことで、結果的には寝室の悩みまで解決することができたので、今回は本当に見直してよかったなと思いました。はい、新しい箱に大興奮の姫の様子はこちらです。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。